はい、こんにちは、よろずです。夏色階段演技前回の続きからやっていきたいと思います。そうそう、ここで笑い声が聞こえてきて、はっってなって、友にめちゃくちゃビビってて、不意に後方から突然声が聞こえてきた。女子の声だ。いやー、真面目に会議しちゃってるから、なんだかおかしくなっちゃって。やるっぽいね。そんな言葉とともにガラッと音を立てて近くの教室のドアが開く。ごめんね。なんか面白そうだったから尾行しちゃった。やめてください。すごく怖かったです。友則めちゃくちゃビビってました。やめてください。私と同じ制服を着た女生徒だった。知らない子だ。別のクラスの子かな。なんだ、結局こんな単純なオチか。まったく人騒がせな。いや、友則内心めちゃくちゃ安心してると思うよ。友則くんは本物の怪奇現象ではなくて少し残念そうだったが、少しなんてないや、少し安堵しているようにも見えた。君たちが学校の七不思議について探ってるって聞いてさ、ついつい気になっちゃって。誰から聞いた？話してないよね、縁切り様のこと。これ幽霊だったりする？友則くんは有名人だからな。やっぱりオカルト好きは有名だから、こうして他のクラスの子からもちょっかいを出され。ほら、私が話を聞いたのはね、縁切り様からだよ。ほら言ったじゃん。その一言で場の空気が凍りついた。その一言が彼女が普通の生徒ではないことを物語っていたからだ。そういえば彼女が飛び出してきた教室のドアは最初閉まっていた。尾行してとっさに隠れたのなら、ドアが初めから開いているか、ドアが閉まる音がしたはず。でも彼女が出てくる時の音しか聞いていない。おー、わお、友則もこの顔だよ。友則くんもその違和感に気づいたようで、私の前に立って女生徒に警戒の眼差しを向けている。前に立ってくれるとかめちゃくちゃいいじゃん。ジェントルマンじゃん。大丈夫。今日はこれ以上何もしないよ。単なる挨拶だし。今日はってことは明日になったら襲ってくるってことですか？そう言って笑う彼女はさっきまでとは違う異質な雰囲気をまとっていた。また会おうね。君たちが私にたどり着くの楽しみにしてるから。待って、このセリフさ、めちゃくちゃさ、ラスボス感ない？そう言うと女生徒は煙のようにかき消えてしまった。本物の幽霊。いや、昨日さ、めちゃくちゃ縁切り様と喋っといてさ、このリアクション何？落ち着け。もう何もいないみたいだ。確かに廊下に異様な気配はもうない。何事もなくて何よりだ。一応足音の正体も判明したことだしな。と自分に聞かせる友則であった。昨日の縁切り様の時はいまいち実感が湧いていなかったけど、これから1週間こんな風に怪奇現象に巻き込まれていくのだろうか。今になってなんだか気が重くなってきた。なんだ、今になって怖くなってきたのか。君心を読んだな。エスパーか。ほんと今更だよね。仕方ない。お前が安心できる場所に着くまでそばにいてやる。おお。相手は学校の七不思議。学校の外に出れば手は出してこないだろうからな。すごくジェントルマンな発言。それって一緒に下校してくれるってことですか？照れた。めちゃくちゃ可愛い。写真撮っとこう。オカメインコみたい。いけない。話を飛躍させすぎだろうか。お前がそうしてほしいと言うならしてやるさ。大事な仲間だ。精神的に参ってもらっても困るからな。めちゃくちゃ可愛い。オカメインコ可愛い。ツンデレじゃん。ありがとう友則くん。不器用なその心遣いが今はとても嬉しかった。3日目。放課後、私は保健室にいた。なんで？今日の6時限目、体育でうっかり盛大に転んでしまって保健室に運ばれたんだ。
といっても怪我自体はすでに擦り傷であり、消毒と包帯でどうにかなるものだった。とはいえ時間的にも微妙だし、大事を取るという名目もあって、こうして放課後まで、保健室にとどまっていたんだった。そして今、ホームルームを終えた友則くんが私を迎えに保健室へ来ていた。心なしかちょっと怒っているように見える。なんで怒ってんの？まったく、お前には毎度毎度心配させられっぱなしだな。もう少ししっかりしてもらいたいものだな。おー、なるほど。すべてわかった。オッケー。ごめんなさい。でもほら、大した怪我じゃないから、今日も七不思議の調査はできるよ。そういう問題では。いや、そうだな。今日の活動に支障がないなら何よりだ。ちょっと白状。この1週間、七不思議解決のためにも無事に過ごさないとな。今後気をつけるよ。フラグっぽくないこれ。フラグ回収よろしくみたいな。はい、わかりました。私がおどけて敬礼のポーズを取ると、友則くんの表情は少しだけ緩んだ。めちゃくちゃ緩んでるじゃん。いつもより笑ってるよ。それで今日はどの七不思議を調べましょうか？ああ、それなんだが。何？友則くんは何か言いづらそうな表情をしている。今、保健医の先生はどこにいる？外に用事があるからって怪我の手当てをした後で出かけました。それを聞くと友則くんは小さくため息をついた。なんで？おそらくもう僕たちいやー、ちょっと待って、やめて。友則くんは近くの窓に両手をかけて思いっきり引いたが、鍵はかかっていないはずなのに窓は少しも開かなかった。終わった。すでに保健室の階のただ中にいるらしい。保健室の階って何？だよ本当に。また気づかないうちに七不思議に飛び込んでしまっていたらしい。わお。健康な生徒を妬む幽霊が生徒を保健室に閉じ込めるという怪奇現象。そんな旗迷惑な。時には病気や怪我を引き起こして保健室から出られない体にするとも言われている。ひどい。うわーだよ本当に。引くわ。幸い今はただ閉じ込められている状態だ。早く脱出手段を考えないと。出口は外から誰かが来れば容易に開くらしいが、時間帯的に不確実だ。お前知ってたなら誰かに連絡しといてよ。ねえ。てかさ、閉じ込められている状態だってことは、なんか出ようとしたらさ、友則の足が両方なんかもうこうバキッて折れたりしないよね。携帯で外と連絡を取るのはおそらく霊の力とやらで通じなくなっているんじゃないか。強すぎじゃね？友則くんの言う通り、取り出した携帯電話はうんともすんとも言ってくれない。ひどい。青ざめる私に友則くんは自信満々に告げた。心配するな。保健室に来る時点ですでにこうなるのは予測済みだ。そうなの？それじゃあ。だからすでに手は打ってあるのだ。このようにな。そう言うと友則くんはカバンの中から大量のアイテムを取り出した。満面の笑みです。なんか物を取り出すんだ。何を持ってんの？神社のお守りに怪しげなアクセサリー、心霊研究ノートと書かれた大学ノートなどなど。それからなぜかカメラもある。自撮りするのか？保健室の階の正体は生徒の幽霊だと判明している。ならば胎児に特殊な手順のいる妖怪などと違い、除霊の儀式や道具などで十分に対処できるはずだ。その根拠とは？カメラの意味は？そりゃあ実物に会えるというのなら撮っておきたいからな。前の2体はあいにくとチャンスに恵まれなかったが。インスタ映えを狙ってるな。写真撮りたかったんだ。さすが学校一のオカルトオタク。そんなことまで考えていたなんて。ここで選択来たか。本当に変わった人だ。なんだか生き生きしているな。とにかく脱出できればいいか。面白いけどまあいいや。おだてておこう。いつもの雰囲気からは想像がつかないぐらい生き生きしている。その様子は無邪気にはしゃぐ子供のようで、なんだか微笑ましい。どうした？顔がにやけているぞ。言わないでください。友則くんが楽しそうだったからつい。
そうか。あ、とにかくいろいろ試してみるぞ。お前も手伝ってくれ照れるな。なかったな。オカメインコ見たかったのに。はーい。それから私たちはいろいろなことを試した。塩どっから持ってきたんだろう。お札、お守り、その他厄除けらしいアイテムをそこかしこに設置してみたり。傍から見たらいたずらしているようにしか見えないだろう。だから保健室誰も入ってこないんじゃないかな。もしこのタイミングで先生に発見されたら叱られてしまいそうだ。もちろん事が終わったらちゃんとこの怪しげな品々を回収するけども、そうしてくださいよ。不意に作業をしている私たちの背後から声がした。振り返ると、やめてくれませんか、そういうの。男子生徒ってなってんだけど、そこにいたのは青白い顔の男子生徒の幽霊。なんせ膝から下が透けているので一目瞭然だ。なんか全然驚いてないね。撫でちゃったな私もって。 BGM すごい面白い。やだ笑っちゃう。3日連続で心霊現象に出くわしていると、さすがにオカルトマニアの友則くんでなくても冷静に対応できるようになってしまう。まして今回の幽霊は前の2人に比べてオーラがないというか、少しも怖くない。すいません。そういうことされると僕非常に住みづらくて困るんですよ。居住権ないでしょ。さっさと成仏すればいいんじそゃないか。の通りだ。友則論破してやれ。いや、それはちょっとまだ未練というか何のだよ。役目への誇りみたいなのがあるんで、まだここから離れるわけには。誇りってなんだろう。ははあ、なんとも妙な言い分だ。幽霊としてはこれが普通なのかな。それじゃあ成仏はしなくていいから僕たちを解放してくれ。それから最近七不思議が騒がしい理由について知っていることを教えるんだ。おー、なんか強気に出たね。相手が気弱そうな雰囲気のせいなのか、友則くんは臆することなく幽霊相手に強気の交渉をしている。その姿は堂々としていてなんだかかっこいい。もうこれ惚れてますね。騒がしいって別に特別なことしてるつもりはないんだけどな。ただちょっと手伝いを頼まれただけというか。誰に頼まれたんだ。手伝い。怪げそうな顔をしている友則くんに幽霊は明らかにしまったという表情を見せた。誰かに言われてやってるのか。その頼んだ相手というのは。僕の口からはこれ以上のことはごめんなさい。幽霊くんがそう言った説の突風のような強い力に私たちは吹き飛ばされた。友則くんもこの顔。その私たちを拒むように保健室のドアが一人でに開き、私たちは廊下に放り出された。そしてそのまま保健室のドアはピシャリと閉まる。完全自動ですね。これ以上話すつもりはないということか。まさか閉じ込め幽霊に追い出されるなんて。そうだよ。すっごい嫌だったんじゃない。これは完全に予想外だな。まあいい。無事に脱出はできたし、手がかりも手に入った。今日はこれで帰る。どうした？そこまで言いかけ、葉月智則君、なんでいきなりフルネームの顔が青ざめる。どうしたの？除霊グッズ、保健室に置いたままだ。明日先生にどう言い訳しよう。はい、今回はここで終わりにさせていただきます。いや、今のところすごい面白いです。気に入ってくれた方、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。